はい、皆さんこんにちは。予約してましたニコン ZR がですね、今日届きましてですね、1本動画を作っていきたいと思います。今回の内容としましては、1日ね、ニコン ZR を持ち歩いてみたんですけど、1日使ってみた感想っていうこと、それから、やっぱりニコン ZR といえば、レッドのロー収録周りのところだと思うんで、Z6 とですね、N ロー、こっちは N ローが取れるモデルだと思うんですけど、他にもね、ZR 以外の、Z9 以降の機種っていうのはほとんど N ローっていうものが取れると思います。なので、こっちのローと、レッドのローと、比較してみて何が違うのかみたいなのを、作例とともにですね、比較的な見る感じで、いければいいかなというふうに思いで、またですね、最近いろいろ見てると探してると N ローと今回のニコン ZR に搭載されたレッドロー NE ってやつはデータのビットレートがですね完全にまるっきり一致してるんですよね。でこれもしかすると中身は一緒でメタデータ違いなんじゃないのみたいな話が、要するにカラーサイエンスの処理方法の違い、なんじゃないのみたいなところがあると思うんで、そこも含めてねちょっとパソコンで見ながら検討してみたいっていうか、別にデータ全く一緒でメタデータ違いがだから何なんだって話なんですけども、ともすると ZR 買えない人っていうかZR 買わなくてもこっち持ってる人は要するにメタデータだけこっちのR3D に拡張子変えれば使えるんじゃねみたいな、全く同等として使えるんじゃねみたいな、ちょっと若干チートみたいなことできるなと思って、最後に、パソコンのところでねそういうのを見ていければいいかなというふうに思います。はい、というわけでですね、ニコン ZR がこちらにありまして、Z のレンズは1年ぐらいでだいたい4本ぐらい気づいたら増えていたものです。こちらが最初から Z6 と一緒に入手した2420F4 ってやつなんですけど、ムービーで使うにはこれが1本あればほぼ大丈夫で、あと単焦点欲しいなってなると思うんですけど、やっぱり 50mm、こちらは 50mm の 1.4 っていうやつなんですけど、 1.8 の方が解像度的には多分優秀なんですよね。ただ 1.4 っていうのがこうちょっとエモい写りをする、ボケもちょっと可愛い感じで出るみたいなレンズで、非常に軽いんですよ。スナップの時にはこっちをつけて持ってったんですけど、これ足すこれで、つけてみましょうか。これ足すこれでいくと結構やっぱりこうグリップ浅いなってこの2420をつけると思うかもしれないですね。でせめてストラップみたいのはつけたいかな。ネックストラップもそうだし片手ストラップみたいなのもつけたいなって思ったりもします。でちょうどグラムスっていうカメラバッグを前紹介したことあると思うんですけど、それのネックストラップこれいただいたやつがあるんで、これがねちょうどこのアンカーリンクス的についてるのもこれ実はグラムスのやつなんですけど、ここにこうそのままこのネックストラップがいくんですよね。そうするとこんな感じで、ちょっと GR 的に、これでも重いんですけど、ネックストラップの紹介になっちゃいましたけど、24120をつけていくとちょっと若干なんていうんですかね、辛いグリップが欲しくなるっていう感じです。でこれでもだいぶ軽いと思うんですけどね、今までのレンズと比べるとこの種類50をつけるとですね、これなんとちょうどいいんですよね。サイズ感はねしっかりしたサイズ感してるんで、そんな50mm の単焦点とかの要するにでっかくない方のニコンのZ の単焦点はめちゃめちゃ合う気がします。これでこうスナップで持つにも若干でかいはあるかもしれない。こんな感じでね、こうしとくみたいな持ち方、またはネックストラップ。ネックストラップはちなみにこちらの昔紹介したグラムスのカメラバッグのストラップですか。はい、これがですね非常にですねこのトゥルトゥルしてるんですよね。トゥルトゥルしてて、めっちゃいい生地なんですけど、これがですねここにこう、金具もなんかめっちゃいい感じなんで、こういうねカメラストラップが実はねグラムスあるんですよ。でここがカメラのバッグのバングルと共用できるんですけど、こんな感じでね。でネックストラップスタイルにすると一気に軽いなってなる、なんて言うんだろう、持ちやすいなってなる、かさばらないなってなるんですね。ずっとこれで持ってるのは結構もしかしたらやっぱりグリップ欲しいなってなるかもしれない。もともと僕はアンカーリンクスの、コピー品を使ってたんですけど、 ZR に関してはこっちかっこいいかなと思ってグラムス使ってみてます。ここも革なんで。なのでこれからニコンにデビューする方はですね、ニコンのレンズってでかいよねってあると思うんですよ。でかいよねとかって高いよねって思ってると思うんですけど、それって
135mm の 1.8 とかプレーナっていうやつとか、超望遠のイメージ、あと50でも 1.2 とかっていうやつがあるんですよね。シグマの 40mm ぐらいのサイズの、こういうシグマの 40mm ぐらいのこういうサイズ感のやつがあるんですけど、って言ってもミラーレスで一番明るいやつでもうこんぐらいのサイズ感なんで、はっきり言って全然大きくはない。シグマの DG-HSM を使ってた人だったらそれより重いレンズは全くないですね。軽いんですよね。特にソニーの G マスターのレンズとかワイドのね1635もそうですし2470とかも結構僕はもうでかくて重いなって思ってます。それと比べるとだいぶ扱いやすいレンズが多いと僕は思ってます。で僕はこのワイドのですねめっちゃ小さいですねワイドも持ってるんですよね。1430ってやつなんですけど、これがねワイドなのに小さくてフィルターつくんで、じゃあジンバルでだいたいワイドレンズの時にジンバルで使うんですけどすげえ楽ですね。Z6 で使ってる時にすげえ楽だなっていうふうに思ってます。あと 85mm っていうのがレンズはいっぱいあるなっていうふうに僕は思ってます。ちょうど ZR 用にですね、やっぱり普通にねニコンの純正レンズこういったので使うんでもいいんですけど、やっぱりねオールドレンズをつけてみたりですとか、マニュアルレンズ、つけてみたくなるとは思うんです。で僕が今までだいたい EF レンズをメインに使ってきたんで EF レンズがいっぱいあるんですけど、なんかこう一眼のレンズをずっと使い続けてるのもそのミラーレスの良さみたいなところ、最近のレンズを使えてないなみたいな、それはそれで現代に生きてるのに過去に生きてるみたいな感じの残念さがあると思いまして、特に EFZ のマウントアダプターはできる限り我慢して使わないようにしようかなって思って、いたんですけど、どうしようかなって考えた時にやっぱりいろんなレンズがはまるのは何かなと思ったのをやっぱ考えるとこれですよね。M マウントアダプターです。 M マウント Z マウントアダプターです。やっぱりこれをつけていきたいですね。はい、しっくりきます。フランジバックも M マウントなんで、短いですし、でレンズをこれスナップ機としてね、こう使いやすいようなレンズをつけていくのがまずは楽しいかなというふうに思いますね。35mm F2 をつけてみました。いかがでしょうか。こんな感じで、そうそうで感想として思ったことがですね、ここの、ホットシューカバーがしっかりしてるんですよね。ここも金属端子なんで、保護するためにしっかりした、ホットシューカバーを作ってるんだと思うんですけど、こうなった時にここボコって出るからちょっと嫌だなと思って、これホットシュー端子だけカバーだけ別のを買おうかなって思ったりします。でよく見るとホットシューの奥に電子接点があるわけなんですよね。なんかもうメモリーカードスロットみたいなレベルであるんですけども、こちらのタスカムですね。こんな感じで CAXLR、タスカムの CAXLR のニコン対応モデルが出たんで、もちろんホットシューだけ別売りで3万ぐらいでも売ってるんですけど、そういうのでも使えるっていう感じ。ただそうやって使い始めるとだんだんケージが欲しくなってきて、ムービー専用のねデジタルシネマカメラみたいに使う感じなんで一回り、大きくなるっていうのがちょっと、損はなってくるかなっていうふうに思いますけど、やっぱりM マウントにしてもちろんフォクトレンダーのレンズでもいいですし、ちょっとショートフランジバックのレンズ使うとちょっとこう、やっぱり FP の2っていうこともありまして、一旦 M マウントにしてですね使っていくのが楽しいんじゃないかなっていうふうに思いました。それではですね、こちらのニコン ZR で撮影したレンズはこれ使ったんですけど、撮影した作例を流します。でその後に Z6-3 の N ローとこっちのレッドロー NE を同一のアングルで比較したやつを出してみたいと思います。はい、それではどうぞ。
いかがでしょうか。やっぱりレッドの方の ZR の方の R3D のローの方がもちろんハイライトの方の伸びやかさというかと、あとは暗いところのノイズもかなり ZR の方が処理されててクリーンで、またハイライトの伸びもよく、やっぱり素材としてだいぶ違うなっていうのは見てて思いました。はい。で今度はですね Z6-3 を使いまして、もしかして ZR の N ローと R3DNE のローはそもそもの素材は一緒なんじゃないか説がありますので、ZR で R3DNE で収録したものと NEV でNEV ニコンローで収録して、それを R3D に拡張子だけ変更してダヴィンチレゾルブで R3D だけとして認識させたものがあるんですけども、それの違いを並べて見ていきたいと思います。あれそうですね、これで、今 NEV 上書きして R3D になっちゃったんで、これを入れます。はいと。そうすると、NEV だったものが R3D として入ってるはずなんですけども、クリップを見てみると確かに IPP2 で、入ってる感じがありますね。はい。ただなぜかもともと取ったのが確か ISO200 だったはずなのが ISO 感度1600みたいな感じで、読み込まれてますね。そうですね、こっちなんか2万とかになってるんで多少バグる可能性が、ありますね。こっちはさっきZ6-3 の方かな、 Z6-3 の方で NEV を R3D に拡張し変更したやつはまず、レック709でダヴィンチに読み込んだ時には表示されるっていう感じですね。そしたら、こっちの方の感度の設定をちょっと、一回やり直しまして、一旦 R3D ネイティブのやつに合わせる感じで編集していこうと思います。でログの状態でちょっと見比べてもちょっとフッテージのにも若干明るさに違いがある気がする。はい、じゃあこれで一律で、ラットを適用してみましょうか。全部、レッドの方のダヴィンチに付属の、ラットに入れちゃいます。はい、で見比べてみるとやっぱり同じにはならないんだな。すごく似てるけど若干なんかガンマが若干違うし、ティントも若干違いますね。若干元々の R3D の方が、緑がかっている印象ですね。じゃあこれで、一応これも全部つらっと再生してみたいと思います。
何とも言えないんですけど、もしノイズの感じも今度はなんか N ちょっとノイズの感じもやっぱり同じなのか、そんな違わないような気がしないでもないな。特に高感度にした時なんで、これ結論付けると、もしこれは別に ZR 持ってなくても、例えば Z5-2 とか Z6-3 とかの NEV でも、もしかしてまあ色は転ぶから、色はティントが特にバランスは、合わせなきゃいけないかもしれないですけど、もしかして拡張子変えれば R3D のローとして使えて、そんな違いもしかしたら ZR と違いないかもしれないなっていうのを思いますね。そうですね。で、体感的に Z6 と ZR を比較した時にはZ6-3 の方がノイズが多いように感じてましたが、ZR の NEV と ZR の ZR の R3D と ZR の NEV の違いに関して言うと、ノイズ感あんまり変わんない気がするですね。なので、もしかしたらデータそのものはセンサーから出して、そのメモリカードに書き込んでいるデータそのものは一緒なんかもしれなくて、やっぱりメタデータ違いなんじゃないかなっていうふうに思いました。まあ、なので編集ソフトの方でどういうカラーサイエンスで処理がなされるかっていう、ことの違いですね。ただこことかは、露出まで変わってるのがなんか不思議ですね。だから拡張子以外の部分でも何かがあるんかもしれないです。まあ結論言うと若干バグるけど、ZR もし買わないとすれば、Z6-3 とかの N ローを、R3D に変換すれば普通にレッドのローとして、まあ若干バグるのとティントは若干変わるけど使えるっていう、そんな結論が導き出されたかもしれません。